ここはどこ？こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラではなく YouTube をボケーっと眺めていたら、な部屋を発見してしまいました。というかですね、古いマンションの一室をたった一人でセルフリノベーションする超絶クールなチャンネルさんがあるのですが、その DIY リフォームがついに完成したというのを見て、といても立ってもいられず、内見に来てしもうた場合、すでにご存知の方も多いとは思いますが、今回は、住宅系 YouTube 界の人気チャンネル、DIY マガジンさんとのコラボをお届けしていきます。あの純白な襟付きシャツ姿で、まるでパティシエがパンケーキを作るかのような丁寧な所作でセルフリフォームを行う美しい映像。本当に見とれてしまいます。面白い物件を見つけて、済ませて、と騒ぎ立てる節操がない当チャンネルが、あんなおしゃれ系チャンネルさんとコラボしていただいていいのか、なんて不安になりつつて、誰が節操ないチャンネルやねん。で、今回はゆっくり不動産ではいつものように内見動画を撮影し、DIY マガジンさんのチャンネルでは DIY でのおしゃれ家具や小物を中心に紹介されてます。後でそちらもぜひチェックしてみてくださいね。福岡の田舎にある DIY マガジンさんの自宅マンションということで、同じく福岡からスタートしたゆっくり不動産としては感慨深いなと思いながら、建物を探しているんですが、田舎に行きすぎて、迷子になってしもうた。どこにおると？って茶番はこの辺にして。はい。というわけで、今回は玄関からスタート。思ったより田舎じゃなかったです。ちなみに、改装前の玄関廊下はこんな感じだったそうです。築30年のマンションということで、そこそこ年季が入った印象ですね。フルリノベ DIY でどんな風に仕上がったのでしょうか？やってんなぁ。へぇ。ガチのリノベーション部屋じゃないですか。DIY の手作り感が一切感じられません。玄関の施工も、上がりかまちもとっても綺麗です。これはちょっと素人レベルの DIY をはるかに超えてますね。シューズラックがおしゃれすぎん。小物のセンスどうなっとうと？とてもたった一人で内装を解体してる人の持ち物には見えませんね。六本木ヒルズの外資系投資銀行にでも出勤してそうなセレクション。ちなみに棚はぴったりくぼみに収まるサイズで作られていますね。そうなんです。DIY は家の形に合わせて大きさを自由に作れるのがいいところですね。あ、外資系バンカーさん、ではなく DIY マガジンさん。今回はコラボいただきありがとうございます。壁はモルタルっぽい雰囲気ですが、これは石目調のクロスです。なるほど。これは素敵なチョイスですね。床はフローリング。隙間もなくまっすぐ綺麗。解体から施工まで、本当に作業が丁寧です。DIY マガジンさんの動画を見てると、自分でもできるんじゃないかって、錯覚に陥るんですけどね。絶対無理やもんね。で、こちらは、水回りでした。いや、美しすぎ。とても男の一人暮らしとは思えない綺麗さ。D マガさんの整頓力を少し分けていただきたいですよ。僕の散らかし力を分けてあげますから。洗面スペースの床も石目調ですね。こちらはクッションフロア。フロアスケスケではなく標準的なユニットバス。いやー、ユニットバスを解体している姿は衝撃的でしたよ。D マガさんが作業すると、いとも簡単にできるように見えちゃいます。僕も白シャツ着たらできるんですかね。こういった設備は DIY だとどうやって入手するんでしょう。洗面台は市場みたいなところでとても安く買えました。いや、それ野菜の感覚。住宅設備の市場という存在さえ知りませんでしたよ。いや、建築の世界は奥が深いな。こちらは、トイレでした。ウォシュレットも完備ですか？いやもう普通に業者さんのフルリノベーション物件を内見しているようです。しかも小物がおしゃれなモデルルームを。棚は全体的に同じ木材で統一されているんですね。ということで以上、水回りでした。廊下に戻りまして。こちらは、寝室でした。いやー、ここまで生活感がほとんどなかったんですが、
これは住んでますね。ようやく住んでる感が出てきました。クローゼットがおしゃれすぎるんじゃ。あえて扉をつけていないので、空間が広く感じますね。あ、これはいつも来てる作業着ですね。これを見てようやく D マジさんのオタク訪問というリアリティが出てきました。しかし整頓が上手すぎませんか？扉をつけなくてかっこよく見えるのは、この整頓力あってのものですよ。僕が住んだら、ただの扉がない押し入れになるんですよ。というか、持ち物のセンス高すぎん。DIY で必要な数だけ、必要な大きさで棚を設置できるのはいいな。寝室は廊下よりややダークなフローリングになっていますね。落ち着いた印象です。さてさて、いよいよ残るはあの扉だけになりました。観音開きができる親子ドアというチョイスが素敵です。それでは。やってんなぁ。は？改装前の写真がこれですよね。たった一人のセルフリフォームでこの変わりよう。やりすぎてんなぁ。ガチですごすぎます。業者か。と突っ込まざるを得ないクオリティです。一人暮らしには贅沢すぎるワイドキッチン。キッチン扉もグレーですね。これも石目調のカラーを選んでいます。改装のコンセプトとして、石を使ったホテルっぽい感じにしたかったんです。壁のエコカラットのカラーをベースに選んできました。そもそもキッチンを自分で取り付けるって発想がすごいです。それがキッチンどころか家を丸ごと DIY って発想。尊敬を通り越して崇拝。こちらは棚でしょうか？そうです。天板はモールテックスという、これも石っぽいデザインの素材です。この天板を使ってダイニングテーブルを作る予定だったのですが、たまたま1枚ものの無垢天板が安く手に入ってしまったので、こちらは棚にすることにしました。足は鉄っぽいですけど、触るときですね。ホームセンターで買ってきた木材に、アイアンペイントという鉄っぽく見える塗料を塗りました。これはかっこいい。あ、これが1枚ものの無垢テーブルですね。こういうのって、〇〇家具さんとかだと、10万円とかで売ってますよね。めっちゃ高いんやないと。木材のアウトレットで安かったんですよ。天板2万円でした。その天板を乗せるための足は、これはスチールでしょうか？はい、楽天で買いました。ネットショッピング。いやー、勉強になるな。DIY のクロートさんは、市場やら、アウトレットやら、ネットショップやらを駆使してパーツを揃えていくんですね。その工程すらも楽しそう。知らないと、テーブルは家具屋さんで買うものという思い込みがありますが、パーツを別々に揃えて DIY で組み立てる、という手段も全然ありなんですね。なんじゃこりゃー。何屋さんで何をくださいと言えば手に入るのか全く想像もつかないおしゃれな何か。これがエコカラットですね。かっこいいだけじゃなく、湿度をコントロールしてくれたり、匂いも吸着してくれる、素敵な素材じゃないですか。リッチルさんから案件来るかしら。むふふふふ。確かにホテルライクな高級感ありますね。天井の石目調クロスとも合ってます。なんじゃこりゃー。ここにコンセントか照明を取り付けようと思っていたのですが、今のところ必要ないので放置してました。めっちゃフレキシブル。それにしても、巨大なリビング。さすが、70平米の 3LDK を壁をぶち抜いて 1LDK にしただけあります。は。本になっとうやん、この部屋。はい、つい先日発売しました。DIY マガジンという名前からして本が似合いますね。概要欄に Amazon のリンクも貼っておきますので、興味ある方はぜひ。いやー、かっこいいな。ゆっくり不動産は書籍というより、新聞折り込みチラシがお似合いだ。誰が折り込みチラシやねん。さて、気を取り直して。こちらが一人暮らしとは思えない贅沢なチルスペース。何このゆとり。この絵面だけで羨ましさ 100% ですよ。あ、あれは。テレビ台ももちろん DIY ですよね。はい、これも足はアイアンペイントです。キッチンを設置しちゃうくらいの人からしたら、
このくらいの工作はサクッとできちゃうのでしょうか。なんとも羨ましいスキルです。作業用デスクの天板にオイルを塗るだけでどっと疲れた僕からすると、ハイレベルすぎて距離感がつかめません。考えてみると、インターホンやスイッチ類もどこに配置しようとか、自分で考えるんですよね。こちらは壁掛け。アート的なものがあると、やっぱり部屋の仕上がりがぐっと上がりますね。賃貸だと結構諦めがちですが、DIY OK な物件とかだとこんな造作もできて素敵。これは YouTube の銀の盾。うちの銀の盾はどこに行ったのだろう。テレビ台のミニバージョンなデザインのシェルフ。何屋さんで何をくださいと言えば手に入るのか全く想像もつかないおしゃれな何かが再びありますね。そして最後はデスクスペース。めちゃめちゃ編集がはかどりそうな広大なデスクですね。これも DIY でしょうか？はい、これは集成材の天板でワイドに作ってます。この角は不思議な形にカットしてますね。これはちょっとした遊びのデザインで、ソファーと同じ形でカットしてみました。おー、素敵な遊び心。なるほど。普段はこの視線で作業してるんですね。トリプルディスプレイでもまだゆとりのあるデスクサイズが羨ましい。ということで、以上、築30年のマンション 3LDK を一人でセルフリノベーションしたお部屋を、隅々まで内見させていただきました。僕がかじり始めた DIY からは遥か彼方の上級者ですよ。D マグさんは。ところで、なんでこんな超絶 DIY ができるんでしょう？いつからやってるんですか？始めたのは数年前ですね。親族の家が空き家になっていて、家族が集まれる場所に改装してみよう、というきっかけで DIY を始めました。いきなりリノベ。いやもう素質がすごすぎます。DIY ってコストが安くなったり、サイズを自由に作れるのがいいと言われていましたが、逆にデメリットみたいなところはありますか？どうしても既製品と比べるとあらはありますね。例えば、壁のエコカラットを設置するときに、よく見ると割れちゃったりとか、端っこに隙間ができちゃったりとか、じっくり見ると粗さはわかっちゃいます。まあ確かに、言われてじっくり近づいてみると、割れや隙間に気づきますが、僕個人としては気になる度ゼロです。DIY せずに既製品を買ってきた家具もあるんですか？ベッドなどは買ってますね。自分で作っても安くならないものは買った方が早いです。なるほど。何でも作れるけど、コスパも考えながら何を作るかを決める。もう DIY 熱がすっかり高まってきちゃいましたよ。早速、駅の売店で出たばかりの D マガ買って読んでみます。よし、中古マンション買って、DIY リフォームしようかな。ちなみに工期はどれくらいかかりました？実質動いていたのは半年くらいですかね。半年。棚を作るところから始めようかしら。というわけで、今回は完成したばかりの DIY マガジンさんの自邸を内見させていただきました。コラボいただきありがとうございました。ぜひ、D マガさんのコラボ動画もチェックしてみてくださいね。今回の部屋の DIY フル動画もおすすめです。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。しとると？そうね。グッドボタンもしたと？ありがとねー。